コンビニとか入るとずらーっと並んでますよね。栄養ドリンクとかエナジードリンクの棚。もう現代社会の疲れの象徴みたいになってて、多くの人がね、当たり前のように手を伸ばしてると思います。今回はこの無数にある選択肢の中から本当に今の自分に合った一本をどうやって見つけ出すのか、そのための超実践的な見分け方をお話ししていきます。さて、いきなりですけど、あなたもこう感じていませんか？なんだかいつも疲れてるなーって。いやー、その感覚すごくよくわかります。昔はね、1980年代とか、この24時間戦えますかっていうもう象徴的なキャッチコピーがありました。当時は栄養ドリンクってまさに生産性を上げるための燃料だったわけです。でも時代は変わって、今僕たちがドリンクに求める役割ってもっと複雑でもっとパーソナルなものになってるんですよね。じゃあ一体どうやって選べばいいのって話ですよね。実はね、その最大の秘密って派手なキャッチコピーとかじゃなくて、ボトルの裏側、そう裏にひっそりと書かれてるんです。ほとんどの人が見過ごしちゃってるこの法的な分類、ここにこそ本当の違いが隠されてるんですよ。よし、じゃあこの謎を解き明かしていきましょう。はい、というわけで最初のセクションです。これは薬なのか、それともただのジュースなのか、この根本的な違いをまずははっきりさせましょう。このスライドが今回の話の一番の肝ですね。左側の医薬部外品。これは法律で効果が認められていて、肉体疲労時の栄養補給にみたいに具体的な効果をちゃんと書けるんです。一方で右側の清涼飲料水。これはあくまで食品なので、そういう効果は言えないんですね。だからこそ、翼を授けるみたいなイメージ戦略でアピールするわけです。じゃあこの表をもうちょっと詳しく見ていきましょうか。一番上の医薬部外品は、国が効果を認めたタウリンとかビタミン B 群がメイン。真ん中の機能性表示食品っていうのは、科学的な根拠があれば疲労感を軽減しますみたいな、もっとピンポイントな効果を言える比較的新しいタイプです。そして一番下の清涼飲料水。これがいわゆるエナジードリンクですね。カフェインとかアルギニンでシャキッとさせるけど、法的には効果は謳えない。大事なのは、あなたが今何を求めているかによって見るべき分類が全く違うってことなんです。では次に、これらのドリンクを動かしているエネルギーエンジンの内部。つまり主要な成分が僕たちの体の中でどういう働きをしているのか、その仕組みを科学的に見ていきましょう。まずはビタミン B 群。これって体っていうエンジンを動かすための点火プラグ、スパークプラグみたいなものなんですよね。つまりビタミン B 群自体がガソリンになるわけじゃなくて、食事で摂った炭水化物とか脂質っていうガソリンをちゃんと使えるエネルギーに変える手助けをする、めちゃくちゃ重要な役割なんです。次にタウリン。もう日本の栄養ドリンクの代名詞ですよね。これは体のメンテナンス担当って感じです。体の調子を正常に保ったり、筋肉がスヌーズに動くのを助けたり、肝臓の働きをサポートしたり、特に肉体的な疲れからの回復を助けてくれる成分ですね。そしてカフェイン。ここでものすごく大事なことを言いますね。カフェインはエネルギーを作り出しているわけではないんです。脳の中で疲れたよ、休んでっていう信号を出す物質があるんですけど、カフェインはその働きをブロックして一時的に疲れを感じなくさせてるだけ。いわば脳を騙してる状態なんです。このカフェインの効果をもう見事に言い表した言葉があります。それがこれ。元気の前借り。未来の自分から元気を文字通り借りてきて、今のピンチを乗り切っている状態。当然ですけど、借りたものっていつか返さないといけないですよね。さて、理屈はここまでです。ここからは最も実践的なセクション。これまでの知識を使って具体的なシチュエーションごとにどのドリンクを選ぶのがベストなのか、その判断基準を解説していきます。シンプルに考えていきましょう。まず1番、運動の後とか、もう体ごとぐったりっていう肉体疲労の時、この時は筋肉の回復を助けるタウリンとかビタミン B1 が豊富な医薬部外品がぴったりです。次に2番、大事な会議の前とか、長距離運転でどうしても眠い時、
こういう緊急事態にはカフェインとかアルゲニンが入ったエナジードリンクが、即効性はあります。ただ、あくまで緊急避難的な使い方って思っておくのが大事ですね。そして3番、風邪ひいちゃった時、体力が落ちてる時は回復を助ける製薬とかが入ってて、睡眠を邪魔しないノンカフェインのものが鉄則。ここでエナジードリンク飲むのははっきり言って逆効果になりかねません。最後に4番、最近なんか寝ても疲れが取れないなぁみたいな慢性の疲れには、睡眠の質そのものを上げてくれるグリシンとかが入った夜用のドリンクを試してみるのもありだと思います。はい、ここで本当に大事な注意喚起です。絶対にカフェイン入りのドリンクと風邪薬を一緒に飲まないでください。市販の風邪薬の多くにはもともとカフェインが入ってるんです。だから一緒に飲むと知らず知らずのうちに過剰摂取になって動悸とか吐き気とかかなり危険な状態になる可能性があります。手軽に元気が手に入るように見えますけど、そのエネルギーには見えない代償が伴うこともあるんです。最後のセクションでは、その隠れたリスクに焦点を当てていきます。ではここで皆さんに質問です。よくある 500ml のエナジードリンク。あれに一体どれくらいの砂糖が入ってると思いますか？答えはこちらです。なんと 60g 以上。これ WHO が推奨している1日の摂取目安量が 25g なので、たった1本でその倍以上を軽く超えちゃう量なんですよ。この大量の砂糖が血糖値を一気に上げて、その反動で数時間後には飲む前より広いだるさ、いわゆるシュガークラッシュを引き起こす原因になるんです。カフェインも同じです。健康な大人が1日にセットいい上限はだいたい 400mg。これってエナジードリンクを1本飲んで、あとコーヒーを2、3杯飲んだら、ほら、意外とあっさり超えちゃう数字なんですよね。カフェインに頼りすぎると、これがないと仕事にならないっていう精神的な依存とか、だんだん同じ量じゃ効かなくなってくる体勢が生まれます。そして何より怖いのは、疲れてるっていう体からのサインを麻痺させて無理を続けることで、体に疲労の借金がどんどん積み重なっていくことなんです。そう、結局すべてはこの言葉に集約されちゃうんですよね。元気の前借り。これらのドリンクはあなたの疲れを消し去る魔法の薬じゃないんです。あなたが本来感じるべき疲労っていうサインを無視して支払いをただ先延ばしにしてるだけなんですね。最終的にこの1本のボトルっていうのはあくまで一時的に助けてくれる道具に過ぎません。本当に考えなきゃいけないのは、この道具に頼らずに済むような、あなた自身の本当の回復戦略。つまり、日々の睡眠とか、栄養とか、休養をどうやって確保していくかっていうことなんじゃないでしょうか。動画が気に入ったら、チャンネル登録、いいねボタン、高評価のコメントをお願いします。